答えは別の漫画にあった。ちはやフルをしっかり履修していたおかげでコナンのから紅のカルタあたりはすんなり理解して見れた。これは私もだ。運命線とか説明なくても分かったわ。ハイパーインフレーションで贋札の恐ろしさを知ってからカリオストロの使用を主張すると、状況のヤバさに顔面蒼白になる。要するに新ハイパーノートを全世界に数百年かけてばらまいた感じだもんな。あれ出された時点で今市場に出回ってる札の信用が一気に終わったんだよな。アニメの流浪に献身追憶編で敵が戦闘中に息を口に含むシーンがあって意味わからなかったけど、ゴールデンカムイで吐く息が白くなるのを防ぐためって説明見て理解できた。牛島組んでた重債武者がどんな感じのやつなのか描写されたことで、カイジのエスポワール号や鉄骨渡りの参加者がどんだけ終わっているか理解できた。利根川の渡辺くんとか完全に牛島くんのノリだった。茜話見終わった後に焦点見ると、この人たちって雲の上の存在なんだなと尊敬するようになった。面白いおじいちゃんたちだとばかり。同じくイベントの落語家さんリスト見て、やべえボスクラスばかり集まってるみたいなね。大の大冒険の作中で不思議な鞘いっぱい作ってたロンベルクがあんなバカみたいな岩に剣を収めてた理由がどうしても納得できなかったんだけど、ブリーチの鞘不死の切れ味が良すぎて収める鞘が作れないのおかげで納得できた。能力にやたら面倒な制約があるとメモリ足りなかったんかなって脳内のハンターが言ってくる。鬼滅で伊之助の素顔を見た善逸の女の子みたいな綺麗な顔に対しムキムキの体が気持ち悪いという感想。筋肉はついてても同じ作品の筋肉キャラと比べて明らかに体格が細いからいまいちピンとこなかったけど、アンデラのシェンを見てようやく理解できた。シテの花を読むと、花よりも花のごとくの主人公が当たり前にやってることのレベルの高さが客観的に分かってくる。逆に花よりも花のごとくの映画出演関連のエピソード読むと、シテの花の主人公の吸収力のヤバさが分かる。ビースターズ読んでニックとジュリは結婚していいんだってなったことはある。漫画から漫画じゃないけど、奇形脳種はブラックジャックのキノコのおかげで異常に分かりやすい。幼い頃に地獄先生ヌーベイを読んでたおかげで、その後のあらゆる妖怪系作品に対する解像度が高い。箱詰めを読んだ後だと警察が出てくる作品全般キャラの偉さがイメージしやすくなる。めぐれ警部とか剣持警部とか殺人事件でもなけりゃ現場に出向かない幹部クラスなんやなとか。箱詰めやリアリティ重視の警察ものを見るとヒキャリア組なのに警視庁総一の警部にまでなってる剣持ちのおっさんの凄さがわかる。ウマ娘に触れたおかげでスティールボールランのジョニーの親父の凄さを理解できるようになった。自分はこち亀で競馬の裏事情を知ってからウマ娘見ると色々と見方が変わった。ゴールデンカムイでヒグマの危険性について知ってるおかげで現実のクマ問題のヤバさが鮮明に伝わる。ゴールデンカムイのある意味ラスボスだからな。ゴールデンカムイはまだ対戦する人間も一般人じゃないが熊内の女とかシャトゥーンとか見るとヒグマのヤバさを一層感じる。そう思うとマジですげえシーンなんだよねこれ。ハンターで俺の妹が入院している病院の負債は2回分の人生でも賄いきれないって設定が引っかかってたんだけど、尼崎の病院に130億寄付した資産家の話で納得がいった。病院ってそんな赤字経営なの知らんかった。百姓貴族読んでると他の漫画で家畜の世話をする大変さが身に染みて理解できる。銀のさじ読み直すと色々と味わい深かったわ。作者の人生でインプットしたものを創作としてこうアウトプットされてるんだなというのが面白い。ハンターのレオリオがリスクを抑えることを考えてギャンブルが弱い性格ってやつ。ドクター K で医学でギャンブルオペはダメって原則を知るとそういうってなった。わかる。K2 読むとレオリオ周りの解像度が上がりまくる。ギャンブル苦手な性格や偉大の勉強事情、能力のエコー熟練法や海洋での医療まで網羅できて驚く。RPG 全然知らないからダンジョン飯で首狩りウサギがめっちゃ強いのがピンときてなかったんだけど、他の人の感想を見るとアーボーパルバニーネってすっと納得できてて羨ましかったな。メダリストのおかげでドッグスレッドのローと春菜の経済状況の厳しさがよく分かった。呪術廻戦で後天的強さとは結果の積み重ね、結果は結果としてあることが一番重要と語ってた場面はなんとなくで流してたけど、鳥のヒュースが結果と正しく向き合う重要性を説いたシーンでようやく意味を理解した。ドラゴンボールスーパーの未来トランクス編に不満を感じるやつは一点ドラえもんを読めと言われて妙に納得できた。日本人は小さい頃からドラえもんを見てるおかげでそのあたりの SF 要素が身についてるって聞いて納得した。
水星の魔女のパーメットの設定はゴジラ SP での後人で大体理解した。サザエさん時空っていい言葉やね。その作品で言葉や状況の意味を詳しく説明してなくても伝わるし。そういう系だとサスケ枠とかね。シソユミルのエレミカ成立スマイル、なんで笑ったんだろうってずっと思ってた。チェーンソーマン一部の最終回を経て答えが出た。この人から解放され自由になると愛を両立させたからなんだなって、あくまで一個人の一解釈だ。お方と走りの一晩かけた狙撃耐久戦を見てから遠距離攻撃できるやつに機動力を持たせる怖さを理解した。ヒロアカ視聴中。ナガンにエアウォーク持たせるのもったいなくない？ワートリとかキンカム読んだと、あの狙撃能力ならエアウォークでええわ。セイント兄さん&エクオと読んでたおかげでバテレン階段めっちゃくちゃ分かりやすくて助かる。あんま説明せず当時の空気感まんまでいくタイプの時代劇だから、あの2作がなかったら多分拾いきれてない芸術シーンが大量にあったと思う。推しの子でなんで先生は小児科脳外の患者の担当してるのに産婦人科なのって思ってたけど、学費免除の代わりに本人の意思とは関係なくいろいろやらされるというのを掲示板の K2 のスレで読んで納得した。五郎先生が別の診療科行ってたのは研修医時代だよね。自分はそれブラックジャックによろしくでいろんな科に行くって読んでなんとなく納得してた。ハンターハンターの年回りの設定は大抵の能力バトル納得させられる。普通に創作で扱われていたお約束を制約と制約、系統、メモリとか明文化したのは大発明すぎる。なぜペラペラ自分の能力を話したか不思議だろう。それが発動条件だからだ。自分の能力をわざわざばらす敵の完璧な理由付け、生かして返す気のなさも感じられてなおよし。妖精ってパブリックイメージのファンシーな感じが強くて怪異としての残酷な妖精の恐ろしさはいまいち実感が湧かなかったけど、ピーターパン見てすっげー納得した。人間の子供に限りなく近いようで決定的に違う人外だわあれ。エヴァの最終章の絵が、それまでの映画もよくわからん箇所ばかりだったけど、FGO に触れるとすんなりとわかりやすい。綾波が唐突に死ぬところとか、マシユみたいな生き様を設計された生命体なのかってめちゃくちゃわかりやすかったし。納得できるようになったきっかけは漫画じゃないんだけど、リングフィットをやると最初から大技を使わない主人公たちの気持ちが納得できるようになった。切り札は先に見せるな。つまりこういうことを。私もヌーベイを幼少期にたくさん読んだおかげで、都市伝説系や妖怪系はある程度わかります。だから子供にもヌーベイ読んでほしいんだけど、下ネタが多すぎて、そしてやはりそろそろドクター K に手を出すか。あなたが言うなら間違いない。実は作者が声優を指名していたキャラをまとめた動画も面白い。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。